こんにちは。今日は先日編んだベストのサイズ変更がちょっとややこしかったので、今日はそれをゆったりサイズにして編んでいきます。で、先日編んだベストの模様はこういう感じで、今回はそれをちょっとだけ変えて縦のラインを増やして比較的すっきりした感じにしています。で、たっぷりしていて着心地が楽です。で、この横幅は42センチ、こっちは52センチと伸縮性もあるので、とっても楽ちんだと思います。よかったら試してみてください。私は普段100均の糸くくりで編んでいるんですが、この頃必要な量が揃わないので、今回はナスカのエブリデイソリッドで編んでいきます。これはカラーナンバーが2番、材質はアクリル 100% で、毛玉ができにくい加工をしてあります。で、並太程度で手洗いができてアイロンがけはできません。使用かぎ針の目安は6号ぐらいで、これを今回は9号で編んでいきます。5.5 ミリです。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みを72目編んでいきます。ちょっとだけゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みをするので、鎖を1つ、針から戻って2つ目に細編みをします。裏返して、この糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から戻って1、2、2つ目の裏山で細編み、1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。隣の目にも細編み、次も細編み、このまま端まで細編みをしていきます。端まで編んだら鎖を1つで裏返します。2段目も細編みをしていきます。鎖の根元に細編みを1つ、マーカーをつけておきます。隣の目にも細編み、次も細編みで、次もこのまま端まで一つの目に一つの細編みを続けていきます。マーカーをつけた端の細編みに最後の細編み、これで細編み2段が終わりました。次は模様編みをしていきます。ちょっと緩めの鎖を1つ裏返します。模様編みは最初長編みをします。普段は鎖3つを長編み1本の代わりにするんですが、今回はこの鎖1つと同じところに長編みを編んで、
これを最初の長編み1本と数えます。鎖1つと長編みが1本、これが長編み1本目。1本目にマーカーをつけておきます。横から見ると鎖1つの上、これが鎖で、この上にマーカーをつけておきます。これが長編みの頭。隣にも長編みを1本。これで長編みが2本。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編み。長編みが1本。次は鎖を1つ。同じところに長編み。鎖を1つ。同じところに長編み。鎖を1つで長編み。これで長編みが4本、間に鎖が3つ、こういう扇形ができました。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編みを1本。でもう1本。今回はこういう模様で編んでいきます。長編み2本と扇形と長編み2本、これを繰り返していきます。長編み2本の後は扇形、足元2つ飛ばして3つ目。長編み4本、鎖3つで、また足元2つ飛ばして3つ目。またこれを繰り返していきます。これを端まで繰り返していきます。端まで来たら最後は長編みを2本。マーカーをつけた端の目にも長編み。こ
れで模様編みの1段目が終わりました。次は2段目。2段目も長編みからスタートします。緩めの鎖を1つで裏返します。鎖の根元に長編みを1本、根元はここでマーカーをつけておきます。長編みの頭、隣にも長編み、下の長編みの上、次は下の扇形の真ん中のスリットに長編み4本、長編み4本と鎖3つ、これで長編み4本、鎖3つで長編みの上に長編み、次また真ん中のスリットに長編み4本、鎖3つ、でまた長編みの上に長編み、これを端まで繰り返していきます。2段目の終わりも長編み2本で終わります。マーカーをつけていたところにも長編みを1本、で次もまた長編みをしていきます。緩めの鎖1つ裏返して、また鎖の根元に長編みを1本、隣にも長編み、さっきと同じように真ん中のスリットに長編み4本、鎖1つ、長編み、でまた長編み、今までと全く同じように編んでいきます。
これを繰り返して前身ごろにしていきます。実際に肩に当ててみて、脇の下までの長さと、あとちょっと余裕分をプラスした長さまで編んでいきます。段数は偶数段にします。例えば12段とか14段、16段、18段、これぐらいの長さで編んでいきます。14段で編んだ場合には22センチになりました。今回私は14段で編んでみようと思います。14段でだいたい22センチぐらい、これでやってみようと思います。必要な段数まで編んでも糸を切らずに休めておきます。最初に編んだ細編みの表を上にします。こっちは裏、こっちが表。表を上にして鎖編みをしていきます。端から16目めにマーカー、こっちも16目め、ちょうどこの縦の長編みの2本目の上、こっちも縦の長編みの2本目の上、ここに針を入れて鎖編みをしていきます。マーカーをつけたところ、新しい糸を持ってきます。で、糸を引き出してしまって一回結んでおきます。で、同じところに針を入れて鎖を33目、ここから鎖を33目、1、2、3、33目編んだらねじれていないか確かめてからマーカーのついた目に引き抜きます。引き抜いたら鎖を1つで糸を切ります。ちょっと長めに残しておきます。ここから後ろ身ごろを編んでいきます。この前身ごろの端のところ、ここから細編みをします。端の目に針を入れて糸を引き出します。鎖を1つ、同じところに細編み、隣の目にも細編み、次も細編みで、次も同じようにこの鎖の根元まで細編みを続けていきます。鎖の手前まで編んできました。鎖の出ている細編みの頭にも細編みを1つ、次は鎖に細編みを1つ、裏返して裏山に細編みを1つ、隣の目にも次も
鎖の一つ一つに細編みをしていきます。反対側まで細編みをしていきます。細編みを33個編んだら、鎖が入っている細編みの頭に細編みを一つ、でここからは細編みの上に細編みを一つずつ、これを端まで編んでいきます。わかりやすいように前身ごろの表面にマーカーをつけておきました。端まで編んだら次も細編みをします。鎖を一つで裏返します。鎖の根元に細編みを一つ、で一応マーカー、次も細編み、次も細編みで、どの目にも細編みを一つずつ編んでいきます。この鎖の上に細編みを編んだところにも細編みの上に細編みを一つずつ端まで編んでいきます。端まで編んだら次は模様編み、緩めの鎖を一つで裏返します。鎖の根元に長編みを一つ、隣にも長編みで扇形、この上にも1、2、3、でまたでこれで端まで編んでいきます。同じ模様を続けていきます。端まで編んできたらまた同じように模様編みを繰り返していきます。鎖一つの後
長編みを1本、隣にも長編み、下の扇形の真ん中のスリットに扇形、で長編みの上に長編み、でこれを端まで編んでいって、また何段か編んでいきます。前身ごろを14段編んだ場合には後ろは16段、前よりも2段多く編んでいきます。16段の時には18段、18段編んだ時には20段で、12段の時には14段と編んでいきます。私は14段編んだので16段編んでいきます。前身ごろを14段、後ろ身ごろを16段編んできました。四隅にはマーカーをつけています。左右で色を変えています。青と青をくっつけて腕が通るところ、白と白をくっつけてこっちも腕が通るところで、ここでもう一度肩にかけてみて、ここが狭くないかを確認します。もし狭かったらあと2段ずつプラスします。前も2段、後ろも2段プラスしていきます。これでよかったら脇の下の部分を編んでいきます。でこれまでは往復編みで裏と表で編んできました。この長編みの扇は表の方と裏の方と表の方となので、これからぐるぐると裾の方を編んでいく時も内側と外側とで交互に編んでいきます。まずくっつけていきます。でくっつけたいんですが、今長い糸がこの左側に出ていてと逆になっているので、今前身ごろの表なんですが、これを裏返してで引き抜き編みでくっつけようと思います。で左右どちらから編んでも大丈夫です。こっちでも白い方でも、でどちらかでだけぐるぐると編んでいて、片方は切っても大丈夫です。この青い方を引き抜いて先に切っておこうと思います。糸が出ているところ、片方は切ってしまいます。糸が出ているところ、もう片方の長編みの頭に引き抜いてくっつけます。長編みの頭、引き抜いてもう一回引き抜いて、これでくっつきました。鎖一つを編むようにして糸を切ってしまいます。これで片側がくっついて糸を切りました。もう片方でぐるぐると編んでいきます。青いマーカーと同じように糸が出ているところで、次の長編みの頭、で引き抜いてくっつけます。で次は
この長編みが交互になるように編んでいきます。今見ると長編みは表になっています。次は裏側にしたいので、これを内側から編んでいきます。このまま順に編んでいかないで逆向きに編んでいきます。これを裏返して内側から編んでいくことになります。今は長編みが裏の状態。この上に表の扇形を作っていきます。まず緩めの鎖一つで立ち上がります。で、長編みの上に長編み、ここに長編みが4本あるので、それぞれに4本編むことになります。まずこの2本の上に長編みを1本ずつ、でマーカーをつけておきます。隣の長編みにも長編み、で次は扇形の真ん中、これで裏の扇形の上に表の扇形、内側から編んでいるので逆になっています。これからも上下では逆になっていきます。で次は長編みの上に長編み、でまた長編み、でこれで一周します。反対側のさっき引き抜いたところまで、とりあえずそこまで編んでいきます。もう片方の脇の下まで来ました。さっき引き抜いてくっつけたところです。ここには長編みが4本、それぞれに長編みを4本編んでいきます。でまた、でこれで長編みが4本編んだらまた扇形、これでスタートしたところまで編んでいきます。でこの糸端は後で針で始末したいと思います。スタート地点まで編んできました。長編みの上に長編み、もう1本、これで長編みが4本、最初の長編みに引き抜きます。これでくっつきました。次は今の長編みと逆にしたいので裏返して編んでいきます。まず鎖一つで裏返して、今までと逆向き、長編みの上に長編み、でまた長編み、4本あるうちの2本を編んでいきます。次は扇形の上に扇形、今までと同じに編んでいきます。これでぐるっとまた
最初のところまで編んでいきます。これでぐるっと編んでここまで戻ってきます。スタート地点まで戻ってきて長編み2本編んだら最初の長編みに引き抜きます。で引き抜いたら鎖一つで立ち上がって裏返します。で逆向きに編んでいきます。長編み4本あるうちの2本に長編み、でまた扇形に扇、この扇形が表と裏表と裏になっていくと合っています。このまましばらく編んでいきます。今回のこのベストにちょうど合う長さまで編んでいきます。脇の下から測って約35センチ編んできました。最後に裾の糸始末をして終わりにします。最後の長編みの頭から糸を引きます。糸足はちょっと長めに残します。15センチから20センチぐらい残してとじ針で始末します。最初の長編みの隣の長編みに針を入れます。手前から向こうに針を入れて最後の長編みに戻ります。最後の長編みの頭、マーカーを外しておきます。最後の長編みの頭に上からで、この時ついでに下の編み地も通ります。で今渡した糸が一目に見えるように糸を調節します。これでつながったように見えるので、あとは裏で固定して隠します。で糸を切ります。他にも糸が出ているところがあったら始末しておきます。襟ぐりのところも力がかかるのでちょっと丁寧に始末しておきます。
これで出来上がりました。細編みの表の方が表です。ゆったりサイズなので着ていてとても楽ちんな感じだと思います。でストレッチ性があるので着ていても疲れない感じだと思います。毛糸は3玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。